皆さんこんにちは。ゴンナやおむすび、ゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。さて、舞踊の本を紹介するコーナー、いにしえ日記。今回でこのコーナーも9回目。視聴者の皆さんから舞踊についての質問をいただくようになりました。嬉しいですね。ありがとうございます。その中で、私自身も改めて考えさせられるようなことも多く、今回はそんないただいた疑問にヒントを与えてくれるような一冊をご紹介したいと思います。では今日の本はこちら。日本の芸団4、舞踊邦楽。この中から六世尾上菊五郎踊りという章をご紹介したいと思います。少し長めの動画になりますが、チャプターをつけていますので、お好きなところからご覧いただけます。もちろん、流れを追ってご覧いただきますと、舞踊への新たな気づきもあると思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは本の中身に入っていきましょう。今回は5つの項目をピックアップして朗読したいと思います。まず1つ目。6代目が踊りで大切にしていたこと。そして2つ目。踊りの教育。そして3つ目は踊り盗人。そして4つ目。踊りの流派。そしてお師匠さん。最後の5つ目は瀕死の白鳥アンナ・パブロワです。それではまず六世尾上菊五郎城のご紹介です。5代目菊五郎城の子供として生まれた6代目は天賦の才能に加え、幼児期に9代目市川團十郎城の指導を受けたその感化もありまして、卓越した演技、舞踊を示した役者さんです。今も人気のある歌舞伎や舞踊曲、例えば、京香の子娘道成寺や春京鏡獅子、船弁慶、もみじ狩りなどなど、6代目が演じて人気演目になった曲が多いのも特徴です。また、お父様である5代目が得意とした役もほとんど受け継いではいるのですが、自分と父親との違いを熟知し、衣装やカツラなどの体裁に手を入れたり、その感性に世相を合わせた工夫を加えることも怠らなかったという方です。はい。ということで、本の中身に移りたいと思います。この本の冒頭には、六世尾上菊五郎城が踊りについて語った言葉が綴られています。では、今回のポイントの一つ目。まずそちらから朗読したいと思います。踊り。僕は1歳から役者ですよ。正確に言えば、生まれて10ヶ月目だったそうだ。明治18年の8月に生まれて、翌年の5月が初舞台だ。無論、浮かれて出たんだけれどもね。踊りを習い始めさせられたのが3つの時です。思えば古いもんですよ。うまい、下手は別としてですよ。人間で踊れない人はないのじゃないかしら。どんな貧しい境遇に生まれた人でも、幸福に生まれた人でも、生まれて踊れない人は一人もない。教えないから踊れないのだ。赤ん坊を見たってわかる。生まれてすぐ手足を動かす。それもデタラメじゃないんだ。右の腕と左の腕とを曲げて代わりばんこに動かす。足もそうだ。ちゃんと踊りの方式にかなっている。これに三味線が入れば立派に見られる踊りです。だが、それに天分があるかどうかはわからない。もしそこに天分が恵まれていて、良い師匠に正しい踊りを教えてもらえば、その人は立派な踊りが踊れるようになると思う。ただ、教えないから上手か下手だかがわからないので、その中には踊れる人が必ずあるだろう。天分を持って生まれた子供でも、
良い師匠に習わなければ、せっかくの目も吹かずに終わってしまう。踊りというものは単に手先や足さばきだけで踊るのじゃない。腹で踊らなきゃならないということなんだ。どうもそれを腹で踊る人が少ないんだな。三味線に合わせてきれいに手足を動かすから踊れない人から見てうまいもんだと感心されるだろうが、それは本格の踊りじゃないんだ。腹から湧いてくる踊りでなければ、肉を通し、皮を通して全身から滲んでくるものにはならないんですよ。もうさば、腹を作ること、人間を作ること、それが踊りを踊ろうとする者にとって第一の条件ということになりましょうね。同じものを飲むという形にしても、お茶を飲む形、酒を飲む形、水を飲む形といろいろあるね。水を飲むには一息でぐっと飲み干す。喉がごくりごくりとなる。これが水だ。酒だったら、ちびりちびりと舐めるようにして飲むでしょう。もっとも中には大酒飲みでガブガブやる人もあるが、これは例外で、酒を飲む表現としちゃ常には用いられない。お茶はすするようにして飲みますね。それを水を飲むのにちびりちびりとやったら、それこそ誰が見たっておかしいでしょう。つまり、酒を飲むにしても、酒を飲むという真実の気持ちが踊りで滲んでこなければならない。そういう気持ちで踊れば、酔っ払っていなくても、自然に酒を飲む形ができるんです。ところが、多くの踊りを踊る人々が、物を飲む形といえば、一つきりしかないように思っているんだね。お茶とお酒と水を混同している。使い分けをしないんだ。踊り分けをしないんだ。だから見る人が見れば、嘘が知れてなんだとなるんです。それから踊りには親切ということが大事だ。ちょっと妙に聞こえるかもしれないが、つまり、物を親切に表現するということだ。また酒の話になるが、とっくりからおちょこへ酒をついで飲む。いい気持ちになって踊り出すという振りがよくあるでしょう。ところが、このとっくりがとんでもないところからバッと出てくるんだ。おちょこもさ。そうしてついで飲んだかと思うと、今度はとっくりもちょっくりもいつの間にか消えちまって、手を叩いて踊り出す。これじゃあまるで手品だ。つまり親切でないんだ。とっくりはとっくり、おちょこはおちょこと、その品物の一つ一つを親切に取り扱って表現するんでなけりゃ、本当の踊りの部には入らない。踊りは本当のことを本当に踊ればいいんです。そうすれば、形はさほど綺麗でなくったって、真実味が観客にわかるでしょう。僕はそういう気持ちで一生踊り抜きたいと念願しているわけなんです。踊りは腹で踊る。真実の気持ち、親切。どの言葉も心に残りますね。踊りをするには全身から滲んでくるものが大切で、人間を作ることが第一の条件だという言葉が胸に刺さりましたね。それでは二つ目です。ここには子供の頃の踊りのお稽古の様子が書かれていました。踊りの教育。踊りは何を教わったかと言うんですね。そうですね。花は春雨でしたね。次に子宝、近平、忠信、子守といった具合でした。それを1ヶ月ぐらいで一回り習わされましたが、それが済むと今度は一つずつの踊りを自分が納得するまでやらされました。ですから、一つの踊りが1年も1年半もかかっています。一尺のところを一寸一寸に10回踊れば一尺になるだろう。けれどもだ、それを8寸はトントンと早く踊って、
後の二寸をゆっくり踊っても、一尺は一尺だ。その方が踊りの面白さがあるんだ。とか、とかく三味線の人は踊りに合わせようとするため間が伸びたり、また踊る方でも三味線に気を取られたりするので、離れたところへ三味線弾きを後ろ向きに座らせて、僕が口三味線で踊っているのと同時になるように、つまりぴったり間に合うような練習をやらされましたよ。ですから同じところの一箇所をできなければ10日でも20日でもやらされる。4時間も5時間も踊って、それが済むでしょう。それが済むと、今度は團十郎の前に座らされて、歌の文句を説いて聞かせたり、踊りの講釈になるのです。どんなに形だけ踊れたって、それが形だけのものであってはダメだ。歌の文句や踊りの意味が飲み込めなければ、魂がこもるはずはないし、本当の踊りではないというのです。踊った後だから疲れてもいる。それにまだ子供だ。動いているときはともかく座って話を聞く段になると眠気が出てくる。居眠りでもしようものなら後が怖い。僕たちは股をつねって眠るまいと苦心したものです。ということでしたね。一つの曲のお稽古に1年半かかるということでしたね。私も一つの曲を2年かけてお稽古しましょうと師匠に言われてお稽古してましたけども、振りをなぞっているだけだったら2年もかけると当然ですけど飽きてしまうんですよね。だから曲の解釈を深める学びを探したり、あとは日々の生活の営みの中にも舞踊の成長につながることがあるんだと気づかされました。あとはこの中に一尺のところっていうところ、間のお話も興味深かったですね。さて、続いて3つ目です。昔はよく芸は見て盗めなんて言われましたけども、簡単に盗めるもんなんでしょうか。そして盗んだらその後はどうするんでしょうか。踊り盗っと。よく踊りを盗みゆく人があるんだ。でも完全に盗みゃいいけれども、盗み損なうのが多いね。もちろん、盗んだですよなんて言葉って気やしないけれども、僕にはそれがわかる。それを踊っているのを見ると嫌な気持ちになるんだ。例えば、指をなべて畳を押さえる。これは飲みを取る時だね。畳を押さえて、押さえた指先を舐める。これは畳にこぼした砂糖だ。やる動作に変わりはないけれども、先に舐めるか後に舐めるかで飲みと砂糖の違いがある。こっちが砂糖をやっているのに飲みをやっているんじゃがっかりする。盗んでいけないとは言わない。盗むなら完全に盗むことだ。砂糖を砂糖として盗んだのなら、なかなかよく取ったものだと感心するけれど、砂糖のはずなのを飲みとして取ったんじゃ、見ているこっちがおかしくなりますね。そういえば、僕だって盗むのかな？人に教えることは自分がやったことだけで、あとは人に教えられることが多い。舞台ばかりでなく、世間のこと何でもそうなんです。そうだ、あれを何かの役に立ててやろう。というので盗むんだね。僕はいろんなことを見て、あの人のあの仕草を何かにしてやろう。この人のあんな時の風情をどうにか使おうというわけで、絶えず覚えておくんだ。それをそのままでなく、もう一遍研究すると、もう一つ良くなる。そうだね。盗むというのは品が悪いが、他の人からヒントを得て、それを自分のものにこなすことだね。その通りやったんじゃ、盗んだと言われても仕方がないんじゃないかね。ですね。このね、芸を盗むっていうのは、ただ真似をするっていうことではなくって、例えば、六世中村歌右衛門という名優にも、共演者の動きを観察して、
自分なりの解釈を加えて、全く新しい表現を生み出していったというエピソードがあるんですね。単なる真似ではなく、自分の芸として消化することが大切なんですね。はい、さあ皆さん、どうやって自分の芸を消化させていきましょうか。ワクワクしますね。それでは4つ目です。日本舞踊には流派がいろいろとありますが、そのようなことが書かれていた踊りの流派とお師匠さんというところを続けてご紹介したいと思います。踊りの流派。踊りにもいろいろ流派がある。踊るんだから踊りというものは一つでしょう。手っ取り早く言えばね。剣道にも新影流とか一刀流だとかいろいろ流儀があるが、剣道の目的は自分が打たれないで相手を切るという考えは一つでしょう。剣道も踊りも同じことですよ。流儀は自分でくっつけた名前だ。何々流家元というのは自分だけのことで、医者なら何々流家元といや博士号を持ったようなもんでしょうね。杉山流でも吉田流でも、針は針だけれども、いくら博士号を持ったって病気を治さなけりゃ価値がないんですよ。それだから何々流を名乗ってもうまい踊りができなけりゃダメなんですよ。何も何々流という看板をかけなくったって、踊りという看板だけでもいいわけですよ。僕は11人も所産を持ったけれど、みんないいところだけ取りましたよ。例えば、手袋にしても親指の格好が大変良いというので、みんな親指流で言ったらそれこそ大変で、親指ばかりの手袋じゃはめれねえじゃないですか。親指もあり、人差し指もあり、中指、薬指、小指があって、初めて手袋として完全なものになるわけだからね。お師匠さん。お師匠さんから習って、いつまでもそのお師匠さんの通りしているんじゃ自分のものじゃないね。お師匠さんはお師匠さんだ。一生お師匠さんには違いない。けれども、そのお師匠さんを任す人がどんどん出なけりゃダメだな。相撲がそうです。ふんどし担ぎからだんだん叩き上げていって、師匠を投げ飛ばして大関になり横綱になる。それがお礼だ。投げられているお師匠さんは任されて喜ぶんだ。踊りの世界だってそうならなきゃダメだ。立派な弟子がどんどん出てきて、お師匠さんを任してゆく。お師匠さんは負けながら嬉しがる。美しい光景じゃないかね。そうなるには弟子たちも研究と辛抱が大事だね。私を教えたお師匠さんの中で、こういう形をしろというお師匠さんはたくさんあったな。けれども、お前の形はお前の身に合ったものでいけ。お前なりのその形を勉強しろと言ってくれたお師匠さんは3、4人しかなかった。みんな自分の形にならせたがるんだね。そこへ行くと、團十郎は形をあんまり直さない人だった。その形はそれでいいと言ってむやみに形ばかり直さなかったな。俺にはできねえな、お前のその形は、とも言ってくれた。こっちはそんな深い気持ちはわからないから、おじさんの通りの形をしようとすると、いけねえいけねえ、お前はお前の形でやっていけ。その形を磨いていけばいいんだ、と言った。僕が8つの時だったかね。重能の三吉がやった時、新十郎が稽古をつけてくれた。そこはこうだああだと直す。團十郎が見ていて、いけねえいけねえ、工房の通りでいいんだ。お前の方がまずい。工房は工房の天分でやっているんだ。お前のは作り事だからいけねえ。といったことを今でも覚えています。ということですね。11人お師匠さんがいらしたということで面白いお話でしたね。私も自分の師匠からどんどん頑張っていろんなところで踊っていろんな機会を得なさいねって
あなたが活躍してくれたら私が鼻が高いんよとかいうことをね、言ってくれたのを思い出します。また私自身もね、違う市に教えを請うたこともありますし、そのすべてが今の自分を作ってくれているように感じます。それでは最後のポイントです。瀕死の白鳥、アンナ・パブロワ。ということで、私は子供の頃に3歳から中学生までバレエをしていたんですけども、バレエ教室が地域の身近にあったわけなんですけども、日本舞踊の教室は近くになかったので、もしあったら日本舞踊に興味を持っていたかもしれませんけども、ちょっとその話は置いといて、なんか音楽に乗っかって体を動かすのが面白かったのか、バレエ教室の玄関の傘立ての上に乗っかってレッスンを見ている私を見て、親が習わせてくれたそうです。バレエではね、その後も日の目見ることはありませんでしたけども、その後出会った日本舞踊のこの独特の世界観に共鳴して今も続けているということです。ということもありまして、バレエもね、もともと好きなので、このアンナ・パブロワのお話にはものすごく関心がありました。さらに、長唄には、詐欺娘という作品がありまして、私も舞台にかけさせてもらったことあるんですけども、恋に破れた娘の情念が白鷺の姿となって舞う幻想的な世界が描かれた作品でして、一方にこの本に今書かれている瀕死の白鳥、バレエの瀕死の白鳥の作品は、命の限りに羽ばたく白鳥の最後の舞なんですね。で、この2つの作品はしばしば比較されることがありまして、このアンナ・パブロワという一流のバレリーナと歌舞伎役者の6代目、その交流という点でもとても興味深いお話でしたので、ご紹介させていただきたいと思います。瀕死の白鳥。アンナ・パブロワ。あの人は踊りの名人ですね。あの人の手芸は瀕死の白鳥だ。足を伸ばして白い衣装に羽をだらりと伸ばして死ぬのが幕だ。僕はこれを4度も見に行った。そして4度ともパブロはあのまま死んじゃうんじゃないかとハラハラしながら見ましたよ。あの死ぬ感じをパブロはどうして出しているのだろうかと僕は思った。見物席から見ていたんじゃどうしてもわからないんで、僕はたまらなくなって楽屋から覗こうとしたら、楽屋には絶対に人を入れないというのさ。困っちゃってね。懇意な大道具に頼んで、すっかり道具方に化けて、そしらぬ顔で楽屋に入っていった。そして上手から彼女の動作を見ていた。ピンと張った両手が次第に垂れてゆく。この時パブロワは一つも息をしていないんだ。これだ、ああこれだ。僕は思わずつぶやいてしまったね。幕が降りて彼女が楽屋に帰ってきたので、いきなり、僕は尾上菊五郎です、と言ったら、知っていました、というのだ。実はお前さんの瀕死の白鳥は、とても素敵なので僕は今日で4回見た。どこが一番良かったか。終わりのところだ。ありがとう。というのだ。どうして終わりが良かったか。お前さん、息を一つもしていなかったでしょう。どうしてわかりましたか。実は大道具の反転を借りてそばで見ていたんだ。人が悪いと言って笑ってましたよ。幕が降りると彼女は、はーっと溜まっていた息をいっぺんに吐くんですね。そこで僕が重ねてこう言った。お前さん、もしあのまま幕が降りなかったとしたらどうする？あのままアンコールが続いて幕が降りなかったら、私の素晴らしい終焉です。このまま死んでしまったらと思うことが何回もあるんです。というのです。それから僕の踊りが見たいと言って僕の家へ来て二晩泊まっていきましたが、その時見て驚いたのは右足の親指が短いのだな。爪までが育たないのだ。実は僕もそうなんだ。見てください。右と左とを比べるとこっちが短いでしょう。その時二人で
これは芸濁でしょうと言って笑ったわけだ。全く舞台に立つ者は、人から何とか言われるまでになるにゃ、一箇所や二箇所は片になるくらいの修行はいるもんです。尾上菊五郎城のお話はとっても興味深いものでしたね。踊りを学ぶことは人を学ぶこと。その奥深さを改めて感じました。良い気づきがたくさんありましたね。それでは皆さん、また次回にお会いいたしましょう。ありがとうございました。